なんで突然ついたり消えたりするん？怪奇現象？怖っ。寒っ。キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。はい、漏れはないですね。大丈夫ですね。前回ね、やっちまってですね、配管にビスを打って穴を開けてしまったんですけど、それもなんとかね、無事に治って、ついでにね、足元の間接照明の配線もつないでしまうことにしました。これがね、間接照明の電源なんですよ。よいしょ。あれ、ちょっと長いぞ。はい、つなぎました。よいしょ。はい、はい、ついたね。こんな感じでね。これ床ができたらどうです？映えるでしょう。前がまだついてないけどね。キッチンの下と椅子の横ね、間接照明入れてみました。こんな風に一つ一つ出来上がってきて完成に近づいてきたんですけど、冒頭にあったあの謎の現象が起きたんですよ。なんで突然ついたり消えたりするん？怪奇現象？こんなんほっとくと怖いんで、なんとかしないとダメですね。はい、でもね、そんなわけはないと思うんで、何かの電気的な不具合だと思います。ちょっと探っていきたいと思います。走行充電器入れるとマルチルームのね、照明がついたり消えたりしちゃうんですよ。なんかノイズを拾ってるのかなと思うんですが、これを対策したいなと思っております。少し風の音が騒がしいですけども、あまりにも車内がね寒かったので FF ヒーターを入れて作業をしております。あ、今度は換気扇のファンが動き出しましたね。走行充電器を入れるとマルチルームの照明がついたり消えたり、ファンが回ったり止まったりという現象が起きてます。ノイズを拾ってるんじゃないかなと思うんで、ノイズフィルターを買ってみました。これを入れて試してみたいと思います。この辺でいきますかね。こっちがアウトのアウトプラス。入るかなあ、なんとか入るね。V インプラス V インマイナス。これでフューズを入れてみたいと思います。
あ、消えた。あかんや、ついた。この電圧の変わるときについたり消えたりしてますね。作業場の方にやってまいりました。DC-DC コンバーターがあったんで、これでね、電圧を安定させていけばいけるんじゃないかということで、これを接続したいと思います。ホンダからフラックス、インプット、アウトプット、はい、着きました。よし、そしたら、ちょっと電圧を安定するのか、やってみましょう。はい、電源入れました。13.36。13.5 で以上下がらへん。ですね。じゃあこれにしときましょう。13V。ほいで、インプット。これ映ってる？映ってっか。13.36。あ、変わるやん。全然ダメじゃん。はい、こんな基板がありました。これは安定化電源じゃないかなと思います。よいしょ、ちょっと試してみましょう。インプットプラスマイナス。そしてアウトプット。こいつはね、多分高圧だけやと思うんですよね。電源オン。なんかえらい音しないな。えらい音してまんな。13.86V を入力にしますね。えらい音してんな、これ。うるさいな。これ以上上がらんのか。で、12V ぐらいに設定しといて、下がると、まあ当然ね。25V、23V、13.2V から13.9ぐらいに上がった時に問題だったんで、これなんでこんな音すんのやろ。うるさいな。負荷かけてみようか。負荷かけたら大丈夫かな。負荷かけたら音は止まるね。ただ電圧がね下がるね。13.1 から変わるね、電圧がね。そうか。
やっぱり高圧だけじゃ無理があるよね。入力側と出力側の差が少なすぎてね、ちゃんと安定しませんわ。小圧高圧の安定化電源をちょっと探さんとダメですね。これがね、小高圧 DC-DC コンバーター試してみましょうかね。全然ダメじゃないですか。電源電圧もね DC-DC コンバーター入れてから変化ないんですけどね、どういうことなんでしょう。こんな感じでね、電圧の変化って100分の2ボルトぐらいしかないんですよね。これだけ安定しとったらいけるんちゃうかなと思うのに点滅します。はい、これだけねいろいろやってみたんですけど全く効果がないということはやっぱりあれですか、怪奇現象。はい、というわけでね、次の手に打って出ることにしました。やってきたのは近くの神社。近くといってもね、家からほんの1200キロメーターほど離れてるんですけどね、神の手に託そうということですね。はい、託されましたゴッドハンド、次の手を講じていきたいと思います。これね、前面の関係のないところ全部シールド貼りました。でここの接点とかね当たりそうなとこだけここ絶縁しました。そしてそしてこれをアースにつないでおきます。これね空中に浮かしとったらねシールドにならないんでね、アース側につなぎました。そしてはい、裏側も絶縁テープ貼りました。そして裏側もシールドしていきます。
これで絶縁じゃない、導通不良がまあないとは思うけど、横向けに一発貼っときましょう。これでもう変な高周波ノイズは受けないと思います。やってみましょう。はい、アイドリング状態ではとりあえず大丈夫ですね。動作動作は大丈夫ですね。そしたらエンジンをふかしてきます。エンジンふかしてきました。大丈夫そう。そういうことやったんですね。シールドしたらとりあえず大丈夫そうですね。ちょっとこれノイズフィルター外してみましょうか。ノイズフィルター外しても全然影響ないですね。大丈夫ですね。なんか高周波ノイズでしたね。分からへんかった。なんかこの体に高周波受けてて、それがここに伝わってる感じがしますね。これね、なんかちょっと動作が、これはもうどうしようもないかな。体をアースせんとダメですもんね。ちょっとこれで壁に戻してみましょう。これまた入れんのがね大変なんですよ、狭いから。入りました。とりあえず勝手につくということはなくなりましたね。電気とファンが逆になっちゃうんだけど、こっちの方がええかな。前通ったりすると消えたりする。DC コンバーター外してみましょうか。DC コンバーター外してみました。今アイドリング状態ですけどね。はい、ちゃんと動作してますね。ちょっとエンジンふかしてみましょう。はい、エンジンふかしてきました。で動作がどうなるか。
大丈夫そう。とりあえず大丈夫そうですね。土台もないわ。いけるやん。というわけで、これの点滅する原因は高周波ノイズということでした。ということで、このねセンサーのところだけシールド外して、それ以外前面も後ろも全部カバーしてね、でそれをアースに落としました。ということでね、いろいろ DC-DC コンバーター買ったりして試したんですけど、そういうことでした。というわけでね、今日はこれぐらいにしたいと思います。またね、次の動画をお楽しみに。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルで公開しています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。